Let me welcome you to Harvest. Would you mind if we got started? Cause I see you as a rolling field, trapped inside a studio apartment. Let me hold on to you until you can see every play, and I will tell you something. はい、今日はこのシートを完成させます。前回このサドルシートの土台の部分を作って、これを取り付けるためにバイクの方にも、フレームを作ったので、あとはここにこのスポンジをですねちょっと削ってもうちょっと薄くしてかっこいい形にして、上からシートのカバーをかぶせてここに取り付けてシートの完成ということになります。弁理士がオリジナルバイクパーツを作る物語。バイクを低く、前後のフェンダーを短くカスタムしていくボバースタイル。その系統にインスパイアされたファットボバースタイルを確立していきます。それでは早速作業を始めます。まずはシートの土台に合わせていくために、どれくらいスポンジを削ればいいのか決めていきます。スポンジを削るのにワイヤーブラシやサンディングペーパーなど様々な工具を準備しました。スポンジの内側を削っていきます。グラインダーは一度に多く削れてしまうので、慎重に削っていきます。細かく削る必要がある箇所はグラインダーを使わず、手作業で少しずつ微調整していきます。スポンジを一度に削りすぎてしまうと土台に合わなくなってしまうので、少し削っては土台にスポンジを合わせる作業を繰り返していきます。スポンジの内側もうまく削ることができたので、次の作業に入ります。粉で服真っ白になりましたけど、一応削れました。この裏側を削ってこの土台に合うようにしましたんで、内側は大丈夫なんですけど、こうした時にちょっと分厚いので、このラインで切ってちょっと薄くかっこよくしたいなと思ってます。なのでこの土台を同じように切ろうと思った時に、あまり切りすぎると土台として機能しなくなっちゃうので、どこまでギリギリ削れるかっていうのをやった上で、このシートの部分も削っていきたいと思います。シートの土台を切りやすくするため、土台を分解していきます。シートのスポンジには、あらかじめ切断するラインにマーキングをしています。マーキングしたラインに合うように、シートの土台を切断していきます。
土台とスポンジを仮合わせし、スポンジの外側をサンディングペーパーで整えていきます。理想の形になるように丁寧に削っていきます。はい、まず土台をギリギリまで削りました。でそれに合わせてこちらもちょっと薄くしたんですけど、ちょっと限界があるんで、これぐらいがどうしても厚みとしては限界なんですけど、一応許容範囲までいけたので、これを今からここにはめて、このシートでかぶせて、このタッカーで留めていきたいと思います。シートの土台とスポンジを合わせるのにスプレーのりを使います。スポンジとシートがずれないように合わせていきます。しっかり貼り付けられるように体重をかけて合わせていきます。そしていよいよスポンジにシートの革張りをしていきます。革を引っ張りながらシートにタッカーで留めていきます。革を引っ張りながらタッカーを打つのは難しかったですが、シワも作らず革が貼れました。完成したシートをバイクに組み付けていきます。時間をかけてスポンジを丁寧に削った甲斐もあり、シートがかっこよくなりました。はい、オリジナルサドルシートが完成しました。ここはちゃんとカーブになってますし、全体的に分厚いファットな感じにできました。カーブ用のシートとは思えないぐらいうまい具合に加工できたんじゃないかなと思って大満足です。いかがだったでしょうか。このチャンネルでは弁理士がゼロからボバースタイルのパーツを開発していく様子を発信していきます。動画に出てきたパーツは QR コードもしくは概要欄のリンクから購入できますので、気に入っていただいた方はチェックしてみてください。僕を応援してくださる方、アメリカンスタイルファットボバースタイルが好きな方はチャンネル登録をお願いします。ではまた。